次はですね、これレンチセットですね。19、17、15、14、13、12、まあ11、19で、僕ら電気屋としてはこの15、11は使うことないかなと。でもこの種類は結構ね使うんですよ。インパクトでええやんとかモンキーでええやんとか思うと思うんですけど、どうしてもこう入りにくい時とかね、こっちのレンチやったら回しやすいし、でも早く回したい時こう自動ラチェットになってるんでかなり回しやすいです。でこうね、何て言うんですかね、まっすぐ入らない時、ここに壁みたいなんがあって、ここにナットがあって、ここに障害物がおる時、こういう角度とかで入るんで、こういう風にも使えます。ってことで、ラチェットセットやったんですけど、これが2、4、6、9本入って4980円です。で今回安価で使えるものを紹介していくっていうことで、これはすごい安いんじゃないかなと思います。僕もこういう風にいろいろ持ってるんですよ。スーパーツール、僕が持ってるのも比較的いろいろある中でも安い方なんですけど、それでもね1本2000円ぐらいしたんですよね。もっともっとこだわってバーコとかになってくると1本3000円とか4000円の世界になってくるんですけど、僕が持ってるような安いやつでも2000円だから、こんだけ揃えようと思ったら1万8000円かかるんですけど、5000円で全部揃うと。だからなんぼや、24689で550、1本550円ぐらいです。これね、もう一個いいなと思ったのが、ここにねこのかけるとこがついてるんで、例えば自社の工場とか倉庫とか壁にビスを打ってこうやってかけっぱなしにしといたり、現場でも何かフックなのにこうやってかけといたら取りやすいです。で折りたたむとこんだけちっちゃくなるので、車にこれ乗せてても全然邪魔にならないし、乗せといたら何かと役に立つんじゃないかなと思います。あとすいません、これのラチェット式のいいとこ思いつきましたというか、いつもやってるやり方なんですけど、例えば僕らやったら腰道具にこういうガチャンってするカラビナが装着されてるんですけど、そこにこうやってかけとけるんで、これを取って作業するということで、そういう風にも使えますということで、レンチセットでしたことです。ここにお気に入りのというかよく使うセットをこうやってセットしとけるみたいですね。でここから取り出して、これでいってみましょうか。これを挿すと逆や、こうですね。これで今装着されました。なかなかの音ですよ。でこれで細いとこ、これちょっと紙でも吸ってみます。ちょっと紙をちぎってみました。でこれ電源ボタンがあって、これがスピード調整ボタンみたいです。じゃあこの通常ぐらいで吸いますね。ちょっとこれは紙がでかすぎたかな。でパワーモード、結構サクサク吸ってくれます。でここに見やすいですね。このフィルターも水洗いできると書いておりました。こうやって取れるみたいです。これ水洗いできるんで便利ですね。いいやんこれ、普通にの。これセットしとかなあかんかったんかな。予備フィルターかな。ほら、予備フィルターです。用途によって使い分けるんでしょうね。カーペットとか、うちのこのカーペットめっちゃええんじゃん。ちょっとこっちで撮っていい？うちのね事務所のカーペットなんですけど、これカーペット用ブラシということで、ちょうどねゴミがちょっと落ちてます。吸ってみます。この電線カスですね。無理やね。いいやん。この辺もゴミがね。いいやん。めっちゃいい。この辺汚い。玄関はやっぱ汚れてますね。見えますでしょうか。
最高。ってことでカーペットね、かなり勢いよく吸ってくれました。でこれ充電時間が 3,4 時間ぐらいかかるみたいなんで、これ開けたばっかりなんであんま充電できてなかったのかな。充電切れちゃいました。はい、そしたらこちら値段もね4740円ということで、持った感じも軽かったし、車の掃除用に置いとくとかね、まあこれが AC 電源なんで、ちょっと車で充電するにはインバーターみたいな100から12から100にするインバーターとか、まあ今の車だったら 100V させるんですかね、させる車もあると思うんで、こうやって充電しといて、車の特にねさっきのこういう細い用もあるんでね、ドアのこの狭いとこ3っていうのはね、あそことかねすごい入りやすいと思うんで、僕も車にねアンカーってやつの掃除機置いてるんですけど、こういうの置いてたらかなり便利です。あとはまあ現場でちょろっと掃除する時とか、まあ、普通に家でも使えると思いますし、窓枠とかねちょっとしたことに、便利だと思います。ってことでハウショックのハンディクリーナーでした。まあ、こんな感じで車とかに使えます。で次ですけどね、インパクトということでね9580円です。安いですね。でこちら結構ね頑丈な箱に入っております。まあ、水色でね見た目も悪くないかなと。でソケットが入ってて、そのソケットが19、21、17、23ということで、まあ、僕ら電気業界やったら3部、4部、M12 ということで、この辺りは使うのかなと。でこちらがビットじゃなくて、このなんていうかな、ソケットタイプというのがこういう風に刺さるようになってるので、まあ、僕ら電気屋がよく使うのはビットを刺せるやつなんですけど、まあ、強力に締める時とか、僕のチャンネルにも一度出てくれた京信さんって方が、こちらを使ってました。まあ、飛び散とか、ガチガチにちゃんと締めなあかんというか、そういう時はこちらの方が、まあ、ソケットだったら折れたりするんでね、締める作業が多い方、これいいんじゃないかなと思います。ってことで、物は試しです。やってみましょう。これが今17つけたんかな。まあこの L アングルに締めてみます。これはかなりガチガチに締まったんじゃないでしょうか。全然回らないです。かなりのトルクで締まってると思います。でこれが21かな、21なかったんか、19やな。19締めてみましょう。入らんやんちょっと19はアングルに入らなかったんで、よいしょ、これで締めてみます。これスプリングワッシャーがビタビタに締まるぐらい。これも取れない。かなり硬いです。ほんまにやらせじゃなくて。マジで硬いです。それぐらい強力に締まってます。はい。ってことで、このインパクトではかなり強力に締まりますので、どうなんでしょうかね。ちょっと僕ら電気屋でガチガチに締めるっていうシチュエーションがまあちょっとなかなか思い浮かばないんですけど、鉄骨画台とかになるんですかね。車屋さんとかも結構使うみたいです。ってことでまあそういう感じでね、1万円ぐらいなので、ちょっと気になった方ぜひチェックしてみてください。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。